夫の隣で別の女性が腕を組んでいたら、あなたならどうしますか？しかも全世界が注目する公式の場でのことです。2021年、北朝鮮の最高権力者、金正恩の妻、リ・ソルジュはまさにその瞬間を経験することになりました。歌手、チャユンミが自分の夫の腕に手を置いて満面の笑みを浮かべている光景を、カメラはその時、リ・ソルジュの表情を捉えました。一瞬だけちらっと見て、すぐに顔を背けたのです。表情管理ができない彼女の顔には、一体何が映っていたのでしょうか。北朝鮮を読むスタートをします。編集局長の源です。本日は北朝鮮最高権力者を取り巻く女性たちの物語に迫ります。彼の愛は本物だったのか、それとも権力が作り出した幻想だったのでしょうか。金正恩にはリ・ソルジュ以前にもう一人の女性がいました。それはソウンヒャン、北朝鮮版ジョスミと呼ばれるこのソプラノ歌手は単なる歌手ではありませんでした。1984年生まれ、金正恩と同じ年のソウンヒャンは平壌音楽舞踊大学を卒業し、海外留学まで経験したエリートでした。西洋的な顔立ちと世界的なオペラを歌いこなす実力は北朝鮮住民を熱狂させました。先生たちにソウニャンのようになりたいと芸術専攻を変える学生が続出するほどでした。では、なぜよりによって金正恩はソウニャンに惹かれたのでしょうか。2004年、スイスで留学中だった20歳の金正恩に悲劇が訪れます。母親コヨンヒががんで他界したのです。孤独で悲しみに沈む青年金正恩。その時彼の耳に届いたのがソウンヒャンの歌でした。北朝鮮の歌手たちの高音を敵を指すように歌い上げる唱法とは違い、ソウンヒャンは柔らかく滑らかな声を出しました。西洋教育を受けた金正恩にとって彼女の歌はスイスで見た美しい女性たちの記憶を呼び起こしたことでしょう。ステージ上で輝く彼女は金正恩の心の傷を癒す存在だったのです。しかしソンヒャンはファストレイディにはなれませんでした。当時北朝鮮の大学生の間でも、なぜソンヒャンではなくリ・ソルジュなのかという噂が流れるほどでした。国際的な感覚もファストレイディとしてのイメージもソンヒャンの方が優れていたからです。それなのになぜ？答えは権力の本質にあります。2018年南北首脳会談、金正恩がムン・ジェイン大統領に語った言葉が専門家たちの唇の動き分析によって明らかになりました。父親が結婚させたんですよ。この一言が全てを説明しています。南北朝鮮の政府も情報機関もこの報道を否定できませんでした。金正日は2011年12月に死亡しました。ところがリ・ソルジュはその年の9月まで公演舞台に立っていました。つまり結婚は金正日が死ぬ直前に決定されたが遺言として残されたものです。なぜ金正日は息子の結婚相手を決めたのでしょうか。独裁国会において正当性の弱い指導者は先代の権威に頼ります。スターリンがレニンの名を利用したように、金正恩も祖父キム・イルソンのイメージを借用しました。
髪型まで真似したほどです。金正恩は若くして突然権力を継承したため、正統性が弱かったのです。だからこそ、祖父キム・イルソンを完璧にコスプレしました。歩き方まで真似したのです。妻も同様でした。リ・ソルチュはキム・イルソンの妻、キム・ジョンスクと外見が似ていました。きちんとしたイメージ、朝鮮の母の品格、国防としての気品、ソンヤンは西洋的で洗練されていましたが、正統性の問題には役立ちませんでした。一方、リ・ソルチュはキム・イルソン時代を連想させる完璧なイメージでした。適度な身長、ステージ上での魅力、そして金正恩との恋愛関係まで、父親の立場からすれば完璧な選択だったのです。しかし、金正恩の立場は違いました。父親に言われた結婚しました。といった言葉の中には重要なニュアンスが隠されています。自分が選んだのではない。この一言は結婚と愛を分離できるというサインです。定められた運命を受け入れたが、自分の心まで決められたわけではないということでしょう。そしてその予感は現実となりました。2021年、孔明聖節記念音楽会、金正恩の隣には妻リ・ソルツが座っていました。ところが、金正恩は歌手キモクチュに同じ曲を一つの公演で3度もアンコールさせたのです。親しみやすい名前という曲でした。この公演でリ・ソルチュの表情が捉えられました。最初は満足そうに拍手をしていましたが、2度目のアンコールから表情が硬くなりました。3度目のアンコールが指示されると、リ・ソルチュは、あら、あなた、なぜこうなのという表情で金正恩を見つめましたが、何も言えませんでした。さらに衝撃的だったのは写真でした。キモクチュが最高指導者を大胆な身体接触をした写真が公開されたのです。北朝鮮においてこれは単なる親密さではなく、想像もできない起点の破壊を意味します。その日の公演26曲中22曲、実に 84% をキモクチュが歌いました。事実上の独公演レベルです。金正恩の指示なしには不可能なことでしょう。それどころか、キモクチュだけがひたすら同情する一人ヒロイズムのミュージックビデオまで制作されました。아이들 뛰놀고 내 집에 웃음꽃 넘칠 때면 행복의 이어람 지켜준 그 사람 어려워 목매네。 北朝鮮では最高指導者の許可なしに想像もできないことです。キモクチュは2018年平昌オリンピックの南北合同公演でイ・ソニと共に歌った実力のある歌手でした。2021年までトントン拍子でした。共に活動していた同僚歌手たちが一人一人と舞台から姿を消す中、キモクチュだけが最後まで残り、金正恩の寵愛を受けていました。そして2021年、人民俳優の称号を受けた直後、突然舞台から消えてしまったのです。一体何があったのでしょうか。専門家たちはこのような独特な愛情システムが指導者の背景と絶対原力という環境から生まれたものだと分析しています。第一に、幼少期の母性愛欠如により生涯埋められない愛を求め続けるタイプ。第二に、父親から学習し、情勢を変えることに
罪悪感を感じないタイプ。金正恩はどうでしょうか。母を早くに亡くし、父親金正日は多くの女性を従えていました。その上、彼は絶対権力を持つ王です。道の条件がすべて揃っています。そして今、最も熱い疑惑の中心にいる女性がいます。それはチャユンミ。リソルチュに似ているが、より愛嬌があり、可愛らしい顔。생각은 깊어지는가 함께하며 보내온 먼 잊으려져 가슴에 떠오르네。 リソルチュが全盛期に歌っていた低音の甘い唱法。国務委員会演奏団所属で、北朝鮮が推す期待の歌手。ところが、捉えられた写真が尋常ではありません。金正恩の手を自分の方に当てるチャユンミ。もっと衝撃的な場面。妻リソルチュがすぐ隣にいるのに、チャユンミが金正恩の腕を組んだ映像が公開されたのです。北朝鮮では最高指導者に会う前に事前講習を受けるほど規定の規則が徹底しています。どう立つべきか、どこを見るべきか、どう話すべきか、すべて決まっています。勝手に身体接触するなど考えられないことです。しかし、チャユンミは気軽に金正恩の腕を組みました。これが意味することは、金正恩の特別な教化と愛を受けているということです。その瞬間、カメラはリソルチュを映しました。表情管理ができない様子が明らかでした。チャユンミは腕を組んだままでした。金正恩はむしろリソルチュから離れて立っていました。リソルチュはその瞬間、何を考えたのでしょうか。アメリカ第35代大統領ジョン・ F ・ケネディ。彼の妻ジャクリン・ケネディは史上最も優雅なファーストレイディとして記憶されています。しかし彼女にも耐え難い瞬間がありました。夫がマリリン・モンローと不倫関係だという噂が流れ、モンローは大統領の誕生日パーティーで挑発的なドレスを着てセクシーに歌いました。全世界が見守る中で、ジャクリンはその場にいませんでした。出席しなかったからです。しかし、リソルチュは違いました。彼女はその場にいたのです。夫が他の女性にアンコールさせる姿を、他の女性が夫の腕を組む姿を直接見なければなりませんでした。リソルチュは依然として気品を保ち、クールに立っています。しかし、金正恩の愛が本物なのか、そうでないかという疑惑は続いています。平壌、ロイヤルファミリーの女性たち、彼女たちが享受する栄光の生命力が極めて短いのです。その権力の危険を決めるのは、ただ最高指導者の気まぐれな心だけです。金正恩の愛情が冷めるか、彼の権力が崩れる瞬間、すべてが泡と消えます。栄光も権力もすべて消え去るのです。金正恩は本当に女性を愛していたのでしょうか。いいえ、彼はただ権力を持つ男だっただけです。権力があるから望む女性を手に入れることができ、飽きたら捨てることができました。ソン・ヒャンはリソルチュに取り替えられ、キモクチュは消えました。チャユンミは今輝いていますが、彼女もいつか同じ運命を迎えることでしょう。結局残るのはリソルチュの靴だけです。ジャクリン・ケネディがマリリン・モンローの挑発に耐えなければならなかったように、リソルチュはチャユンミの腕組みに耐えなければなりませんでした。全世界が見守る中で、これこそが
平壌ロイヤルファミリーの女性たちの現実です。どんなに美しくても、どんなに聡明でも、どんなに完璧な国王のイメージを揃えていっても、夫の心が冷める瞬間、すべてが終わります。賞味期限は思ったより短いのです。そして、その賞味期限を決めるのは、ただ、読者一人だけです。本日のお話はここまででした。もし、この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。